こんばんは。でね、こっから、ちょっと具体例というか、話をしようかなと思うんだけど、私が娘と一緒に夕方二人手をつないで家の近くを歩いてたの。で、よく知ってる知り合いの方に出会ったの。で、いつも元気よく挨拶をしてくださる方なの。なので、私、こんにちはって元気よく挨拶したの。そしたら、ふっと顔を上げたんだけど、そのままスッと目をそらして、なんか作業を続けられてたの。で、それを見た瞬間さ、なんかって思ったのよ。なんか私悪いことしたっけみたいな。なんかこういうのってあるじゃない？あれみたいな。その時にさ、例えばこういう思い込みがあると、私は誤解されやすいなとかさ、よく誤解されるんだよなっていう思い込みとか、私の子育てって時々間違ってることあるよなとかさ、あとそもそも私なんか直さなきゃいけないところがある、変わらなきゃいけないところがある、つい子供に怒っちゃうのがダメだとか、もっとこういう風に母親としてならなきゃいけないっていう思い込みがあると、そこが引け目になってるから、メガネがさ、なんか私目そらされた、なんか気に障ることしてたのかなとか、役員してないからって書いたのは、私なんか園の役員とかしてないからそうなってるのかなとかさ、なんかあと変な噂を聞いたのかなあの人はとかさ、例えばこういう解釈が生まれるんだよね、自動的に。私この時どう思ったかというと、一瞬ね、なんか悪いことしたかなって思ったのよ。でもその次の瞬間に、これはこういう解釈ってダメだよっていうことじゃなくて、けなげで謙虚でいじらしくてお優しいじゃない。まともなの。これがまともなの。悪くないの。友達になりたいぐらい優しいの、こういう解釈。だから悪くないんだよっていうことなのね。まずはね。それぐらい人のことを思って、それぐらい自分に変えれることがあるかな、自分にできることあるかなっていう、とてもけなげな気持ちなの。愛に溢れてるの。で、私がこの時思ったのは、なんか今日調子悪いのかなって、相手がね、なんかちょっと、そういうことあるよなって、なんか、こんにちはって言われて、なんか元気よくこんにちはって返す気分じゃないみたいな時ってあるよなって思ったのと、あと、それが本当に気づかなかったら、なんか、目がそんなに良くなくて、ちゃんと私だってキャッチできなかったのかなとかさ、思ったりとか、どっちでもいいかって思って、その次晩ご飯何作ろうかなって思い始めたの。これ、私のその時かけていた解釈。私が悪いというよりかは、なんか今日コンディションが良くないのかなとか、見なかっただけかなとかさ、思ってるわけね。で、この解釈に至る思い込みってどういう思い込みがあるかというと、私はいるだけで地球の希望だとか、みんなの子育てが全部正解で、私も含めて誰もみんな一生懸命生きてるとか、私はそのまんまでマジ最高っていう信念があるんですよ。思い込み。で、これってもちろん皆さんご存知の通り、私最初からそういうタイプではない、むしろ真逆なタイプじゃない。で、コツコツこういう信念で自分の人生を作りたいなと決意をして、そして自分の至らない人生の中でもそう思える要素を小さくてもいいから見つけていく努力をする。で、思い込みって例えば、そう思えない時にも、それを例えば書いたりとかっていうこともしたことが、前にもノートを紹介したけど、毎日同じ文章を朝書くっていうこともずっと若い頃やっていたし、あと自分はいるだけで地球の希望だって後でまた紹介するけどね、思いたい時に、今日なんかの希望、私が希望になれたなって思うことを
今日一個でも手帳にメモをするとかっていうこともコツコツやっていた。でね、これまたもう一つの事例なんだけど、私、インタビューとか、あと営業の仕事とかっていう風にしていくことがあって、もともと人見知りなので、それを直したいなと思っていろんなアルバイトをしてて、お話がもっと緊張せずにできるようにつって言って練習してたわけ。で、だいぶ鍛錬を繰り返して話せるようになってるんだけど、でもやっぱり会話が弾まない相手とかさ、沈黙が長い相手っていうのがいるわけ。で、この時に自分のこの思い込み次第でやっぱり解釈が変わるんだよね。思い込みが、沈黙は退屈であり、退屈は悪いことである。で、私はコミュニケーションが下手である。会話って相手を楽しませなければいけない。で、私はどっか変わらなきゃいけない。って思っていると、解釈は相手が沈黙してると、私との話がつまらないんだとか、もう私となんか話したくないんだなってバカにされてるかなとか、相手にされてないかなとかさ、あと早く終わらせたいって思われて、こんな黙りこくってるのかもとかさ、次はないのかもみたいな、もうここになってくるとさ、もうだいぶシーンっていうモードになるじゃない？で、この時私沈黙が長いとか会話が弾まないとかっていうのを何度も経験してんだけどさ、この時に相手のペースで考えてんだなとかさ、私も次々話さないから言葉を選べてほっとしてるだろうなとか、私もなんかこれぐらい時間があるとゆっくり考えられていいなとか、なんかお互い焦らせないいい関係だなみたいな。これちなみにこれの代表格が、その当時ね、そのやり取りしていた旦那さんだったりするんだけどさ、だから沈黙ってすごくいいなっていうかさ、沈黙があるって信頼がないとできないことだなとかさ、こうやってお互い表面的ではなくって本質的な会話をしようって勇気出してじっと考えるとか、最初につるっと口から出る言葉じゃなくって本当の言葉を探しながらこれだっていうのを紡ぐとかさ、そういう会話ができるのってすごくいいなって思うようになってたんだよね。なのでそういう解釈がこう生まれてくる。で、この解釈はどういう思い込みから来るかというと、すべての出来事はいいことで確定している。この沈黙する相手に出会ったというのも、私が軽くなるために相手が現れている。そして必要な縁に出会っている。必要な縁に出会うし、必要な縁は必ず残る。そして私はそのまんまでマジで最高って思ってるの。で、気分が悪くなるとかモヤモヤするっていう時ってすごくチャンスなんだけど、なぜならそれがないと思い込みが見つからないからさ、自分の。いつも気分が最高で、もう爽快で何の引っかかりもないっていう時だと、それはすごくそれですごく楽しいんだけれども、自分がさらに飛躍する思い込みがその中から見つからないのよね。何もフラッグが立たないから。でも気分が悪くなったりモヤモヤしたりとかっていう時に、これだって言ってその思い込みを外すと、その分だけ気球がこうわーって上がってくるのがビョーンって軽くなって、高い次元の愛の世界に行くんだよね。で、あなたというのは全領域の全次元をすべてすでに経験している。どんなに豊かな生活も、どんなに愛に恵まれた生活も、逆にどんなに貧困している生活も、すべてを経験済み、全データを保有している。そしてその中から今焦点を当てているデータを日常生活として経験をしている。で、その焦点を当てるというのは思い込みによって決まる。なので、どの思い込みで3次元を経験するかっていうのは全部選べる。というのがこの思い込みの自由なところ、楽しいところなんですよね。
で、この思い込みの集積というのが信念体系となり、日常生活を通して自分独自の信念体系を作り、自分独自の至福の人生を作る。このね、思い込みは何でもいいんだよね。何でもよくって、それが自分が真実だと信じられることがすごく大切。このね、まず思い込みのベースとしてさ、私この世界は優しいとか、この世界は最高っていつも思ってるんだけど、これはさ、よくこの世間は厳しいよみたいなことって言うけれども、母がよく世間は厳しくない、世間は甘いよって、自分がどう考えるかだよって、厳しいと思ったら厳しい世間が広がるし、甘いなって思ったら甘い世間が広がるし、そこで自分が何の仕事をするかっていうね、ことをよく言ってくれてたんだけど、でも、そういうことを言う親がいなくても、自分の中に本当の親はいるからさ。だって自分から全てが生まれてるから。だから自分が自分に伝えてあげる。この世界は本当優しいよって。で、今日この世界優しいなって思った3つのこと、みたいなことを夜寝る前に思いを起こす。今日この世界最高だなって思った3つのことを夜寝る前に思い返す。朝起きた時にそれを読み返すとかさ。この世界優しい、この世界最高って書いてあるスマホのメモを朝起きた時に見るとかさ。なんか本当に単純なことなんだけど、でも思い込みっていわゆる95% の部分なのよ。なのでストーリーズでさ、私がいろんなことをさ、いろんな言葉でこうみんなのフォーリーのシェアとかをしてたりするじゃない？あれも毎日毎日見ることによって深い部分の 95% の思い込みを変えているんだけど、それを自分でも自分の好きな方向で設定して変えていくっていうことね。で、これもそうなんだけどさ、世界と自分が分離しているっていう錯覚のまま生きていると、自分が恐怖対策本部になるんだよね。何かがあった時に大変だから準備をする。で、何か大変なことが起こってないか警戒をする。何かおかしなことになってないか監視をするっていうのがエゴの役割になっていくんだけど、どんどん目が覚めていくというか、世界と私は切り離されてない、すべて自分の内側から出ているということに気づいていくと、自分が自分を困らせることは絶対に起こさないんだっていう確信が深まってくる。自分が起こしていることは自分がより幸せになるために起こしていることであり、自分がより軽くなるために起こしていることだから、困ったこと絶対起こんないんだよなっていう思い込みなんだよね。全部愛を見つけちゃう。結局ますます軽くて幸せになっちゃう。この世界のメカニズムを見ていると、確実にその信念が深まってくる。でも忘れるからまた思い出すっていう繰り返しだよね。困ったことは絶対起こんないよ。なぜなら自分が自分にやってることだからね。自分は自分を困らせない。魂が進化するため、次元が変わるため、思い込みを軽くするために、それを手放すために起こしている出来事。